今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化をゆっくり楽しく学んでいきます。今日のテーマは日本で今とても注目されている外国人の永住許可制度についてです。最近日本では外国人の永住権が厳しくなる。永住権を取るために高い年収が必要になる。税金や年金を支払わないと永住資格を取り消される可能性がある。というニュースが話題になっています。このニュースを見て、外国人は日本に住みにくくなるの？すでに永住権を持っている人にも影響があるの？仕事を失ったら永住権まで失うの？と心配した人がいるかもしれません。一方で日本人からは、日本で暮らすなら日本の法律やルールを守るのは当然だ。税金や社会保険料を真面目に払っている人が損をする制度ではいけないという意見も多く出ています。今日は永住権と普通の在留資格の違い、永住許可を受けるための現在の条件、新しく検討されている年収や年金の基準、永住権を取った後に何が変わるのか、そして何が変わらないのか、最後に私自身がこの制度改革についてどう考えているのか、順番にお話ししていきたいと思います。少し難しいテーマですが、できるだけわかりやすい日本語で説明したいと思います。そもそも永住権とは何でしょうか？最初に言葉を整理しましょう。私たちは普段永住権と言いますが、日本の法律上は正確には永住者という在留資格です。日本に住んでいる外国人の全員が永住者というわけではありません。外国人が日本に中長期間住むには、基本的にその人の活動や身分に合った在留資格が必要です。例えば、日本の会社で働く人、学校で勉強する留学生、会社を経営する、日本人と結婚している人、技能や専門知識を使って働く人など、それぞれの目的に合った在留資格があります。多くの在留資格には1年、3年、5年などの在留期間があります。そのため、期間が終わる前に在留期間を更新しなければいけません。また、働くことができる仕事の種類にも一定の制限があります。例えば、留学生の主な目的は勉強です。資格外活動の許可があれば、アルバイトをすることはできますが、自由にフルタイムで働けるわけではありません。就労資格を持っている人も、基本的にはその在留資格で認められた範囲の仕事をしなければなりません。一方、永住者には原則として在留期間の制限がありません。定期的に在留期間を更新することがなく、仕事の種類にも基本的な制限がありません。会社員として働くこともできますし、転職することも
自分で会社を経営することもできます。ただし、在留カードには有効期限があるため、カード自体の更新手続きは必要です。また、永住者になっても日本国籍を取得するわけではありません。選挙権が自動的にもらえるわけでもありません。パスポートも基本的には自分の国のパスポートを使います。つまり永住権と日本への帰化は違います。帰化は日本国籍を取得することですが、永住とは外国籍のまま日本で在留期間の制限がなく生活できる資格です。最近のニュースを見ると、これまでは誰でも簡単に永住権を取れたと思う人もいるかもしれません。しかし実際には永住許可はこれまでも簡単な制度ではありませんでした。現在の法律では永住許可について大きく3つの条件があります。1つ目は素行が善良であること。簡単に言えば日本の法律を守り、社会の中で問題なく生活していることです。2つ目は独立して生活できるだけの資産や技能があることです。これは日本で生活するための安定した収入や仕事があるか、家族を含めて経済的に生活できるかということです。3つ目はその人の永住が日本の利益になると認められることです。これには原則として長い期間日本に住んでいることや税金、年金、健康保険料などの公的な義務を適切に果たしていることなどが含められます。一般的には日本に10年以上続けて住み、そのうち一定期間は就労資格や身分に基づく在留資格で生活していることが求められます。ただし、日本人や永住者の配偶者、高度人材などには居住期間に関する特例があります。つまり永住許可は以前から長く日本に住んでいるか、安定した生活ができるか、法律を守っているか、税金や社会保険料をきちんと納めているかといったことを総合的に審査する制度でした。では、今回何が変わろうとしているのでしょうか。ここからが今回のニュースの中心です。今回注目されている変更には大きく2つあります。1つは永住権を申請するときの審査基準をさらに具体的で厳しいものにする動きです。もう一つはすでに永住許可を受けた人が故意に税金や社会保険料を払わない場合などに永住資格の取り消しや変更を可能にする制度です。この2つは別の話なので分けて考える必要があると思います。1つ目は永住権を申請するときの年収です。実はこれまでも永住許可を申請するときには安定した収入があることが必要でした。ただし、法律やガイドラインに必ず年収何万円以上でなければならないという全国共通の
明確な金額が書かれていたわけではありません。申請者本人の収入だけではなく、家族構成や扶養している人数、仕事の安定性、過去の収入、貯金や資産、配偶者の収入などを含めて総合的に判断されていました。しかし今回報道されている改正案では、永住許可を申請する人に対し、原則として日本人世帯の平均を上回る年収水準を求める方向が示されています。ここで大切なのは、これは単純に外国人本人が日本人個人の平均年収を超えなければならないという話ではないことです。報道されているのは、世帯人数も考慮した収入基準です。つまり、一人で生活する人と、配偶者や子供など、複数の家族を養っている人では、必要とされる収入が違うという考え方です。扶養家族には、日本国内に住む家族だけではなく、海外に住んでいて、申請者が生活費を送っている親族なども含める方針だと報じられています。さらに、世帯人数が5人以上の場合には、人数が増えるほど必要な年収額も増額する方向とされています。例えば、同じ収入であっても、一人で生活している人と、配偶者や子供、海外に住む親族など、複数の人を扶養している人では、実際に自由に使える生活費が違います。そのため、申請者に収入があるかだけではなく、その収入で扶養家族を含めた世帯全体が長期的に安定して生活できるかを確認しようとしているんです。ただし、ここで紹介したのは、報道されたガイドラインの改正案です。最終的な基準や具体的な金額、例外の条件などは、正式なガイドラインが公表されるまでは確定していません。そのため、現時点で年収がこの金額より低ければ、必ず永住許可が不許可になると断定することはできません。二つ目は、将来受け取る年金の基準です。今回の改正案では、現在の年収だけではなく、将来受け取る見込みの年金額も確認する方向だと報じられています。報道によると、日本人世帯の平均を上回る年収水準で、厚生年金に30年間加入した場合に受け取れる年金額を一つの基準とする方向です。少し難しいですね。簡単に言うと、今仕事をして収入があるかだけではなく、高齢者になった後も自分の年金などで安定して生活できるかまで確認しようとしているということです。若い時には十分な収入があっても、年金への加入期間が短かったり、保険料を長期間払っていなかったりすると、老後に受け取れる年金が少なくなる可能性があります。永住資格には在留期間の制限がありません。そのため政府は永住許可を受けた人が高齢になった後も日本で長期的に生活できる
経済的な基盤があるかを確認したいのだと考えられます。ただし、この年金基準も改正案の段階です。外国から来た人の中には、日本で厚生年金に加入した期間が短いという人もいると思います。海外の年金制度に加入していた人や、国際的な社会保障協定の対象になる人もいます。自営業として国民年金に加入している人もいると思います。そのため、最終的にどのような人にどのような基準や例外が適用されるのかが重要になります。単純に厚生年金に30年間入っていなければ永住権は取れないと決まったわけではありません。あくまで将来受け取る年金の見込み額を判断するための基準として検討されているという内容です。年金について2つの違う確認があります。1つ目は、これまでの保険料を期限通り納付してきたかという確認があります。2つ目に、将来どのくらいの年金を受け取れる見込みがあるかという確認があります。この2つは違います。保険料を払っているかどうかは、社会的な義務を果たしているかどうかの確認です。一方、将来の受給見込み額は、高齢になった後も安定して生活できるかという経済的な問題です。今回報道されている改正案では、その両方を今まで以上に厳しく確認しようとしていると考えられます。3つ目は、永住権を取った後の税金と社会保険料についてです。ここまでは永住権を申請するときの話でした。しかし、すでに永住権を持っている人にも関連する変更もあります。2024年に成立した改正入管法では、永住者が故意に税金や社会保険料を支払わない場合などを新しい在留資格の取り消し事由に加えることが決まりました。ただしこの制度は税金や年金を一度でも遅れて払ったらすぐに永住権が取り消されるというものではありません。政府は病気や失業など本人に責任がない事情によって支払えない人については事情を慎重に確認すると説明しています。問題になるのは支払う能力があるのに意図的に支払わない。納付の相談や手続きをしない。支払う意思を示さない。財産を隠すなどして徴収を逃れようとするといった悪質なケースです。そして永住資格を取り消すかどうかを判断するときには未納の金額や期間、本人の事情、納付に向けた行動などを考慮するとされています。また、永住資格を取り消された場合でも、必ずすぐに国外退去になるとは限りません。事情に応じて別の在留資格へ変更される可能性もあります。つまり、税金を少しでも遅れて払ったら、直ちに日本から追い出されるという説明は正確ではありません。では、今までは
悪質な永住者に何もできなかったんでしょうか。このニュースを見て、今まではね、税金を払っていなくても何も問題がなかったのかと思う人もいるかもしれません。しかしそうではありません。これまでも税金や社会保険料を支払わなければ、退職や延滞金、財産の差し押さえなど、税金や保険料を徴収するための制度はありました。また不正な方法で永住許可を取った場合や、虚偽の居住地を届け出た場合などには、永住資格を取り消せる制度もありました。重大な犯罪を犯した場合には、刑事罰や退去強制の対象になる可能性もありました。ただし、永住許可を正当に取得した人が、その後支払う能力があるのに、税金や社会保険料を故意に払わなくなった場合、その未納自体を理由として、永住資格に直接対応する仕組みは限定的でした。これまでは主に税金は税金の制度で徴収する。社会保険料は社会保険の制度で徴収するという対応でした。今回の改正では、それに加えて、悪質な未納の場合には、永住資格そのものにも影響する可能性を作ったという点が大きな変化です。では、何が変わるのでしょうか。ここまでの内容を簡単にまとめます。まず、永住許可を申請するときには、本人や世帯の年収、扶養家族の人数、税金や社会保険料の納付状況、将来受け取る年金の見込み額などがこれまで以上に厳しく確認される可能性があります。特に報道されている改正案では、日本人世帯の平均を上回る年収水準や厚生年金に30年間加入した場合に相当する年金受給見込み額など、比較的具体的な基準を設ける方向が示されています。また、永住許可を受けた後も、支払う能力があるのに、税金や社会保険料を故意に支払わない悪質なケースでは、永住資格の取り消しや別の在留資格への変更が検討される可能性があります。つまりね、永住権を取る前だけではなく、取った後も日本の法律を守り、社会的な義務を果たしていることが、これまで以上に重視される制度になるということです。では、何が変わらないのでしょうか。一方で変わらないこともあります。まず、永住者全員が毎年改めて年収審査を受ける制度になるわけではありません。今回報道されている年収や年金の基準は、基本的には新しく永住許可を申請する人の審査に関するものです。すでに永住資格を持っている人が、現在の年収が日本人世帯の平均より低いというだけで、すぐに永住資格を失うわけではありません。病気、怪我、会社の倒産、失業、出産、介護などによって一時的に収入が下がることは誰にでも起こる可能性があります。そのような事情だけで自動的に永住資格が取り消されるという制度ではありません。また、税金や社会保険料を一度遅れて払っただけで直ちに取り消される制度でもありません。
大切なのは、なぜ払えないのか、支払う能力があったのか、市役所や年金事務所などに相談したのか、正式な猶予や分割納付の手続きをしたのか、その後支払う努力をしているのか、という事情です。支払いが難しくなった場合には、放置せず、できるだけ早く役所や関係機関に相談することが重要です。そして今回の改正によって、すべての外国人の在留資格が一斉に厳しくなるわけでもありません。永住者以外の在留資格には、それぞれ別の要件や更新制度があります。そして日本ではこれに対してどのような意見が出ているのか。このニュースに対して日本のインターネット上では様々な意見が出ています。まず多いのは制度の厳格化に賛成する意見です。例えば、永住資格は一度取ったら何をしても失わない無条件の権利ではない。日本の法律を守り、税金や社会保険料を適切に納める人に認められる資格であるべきだ。支払う能力があるのに、故意に税金や保険料を払わず、財産まで隠すような悪質なケースには厳しく対応するべきだという意見です。こうした意見の背景には、真面目に義務を果たしている日本人や外国人と、意図的に制度を悪用する人が同じように扱われるのは公平ではないという考え方があります。これは単純に外国人だから厳しくするという考えだけではありません。日本で暮らすなら国籍に関係なく同じ法律とルールを守るべきだという公平性を求める意見でもあります。一方で制度の方向性には賛成していても本当に実行できるのかと疑問に持つ人もいます。日本に住む外国人の数は2021年末の約276万人から2025年末には412万人まで増加しました。4年間で約 1.5 倍になり、初めて400万人を超えています。そのため、審査や在留管理を担当する職員を少し増やすだけで、急速な外国人の増加に対応できるのか、税金や社会保険料の納付状況を正確に確認できるのか、法律を作っても職場の人手が足りなければ十分に運用できないのではないかという懸念があります。私はどの指摘も大切だと思います。どれほど厳しいルールを作っても実際に確認する人や行政機関同士で情報を共有する仕組みが十分ではなければ制度は正しく機能しません。制度を厳しくすることと同時に、それを公平に運用する人員や仕組みを整える必要があると思います。また、実際にどのくらいの永住者が税金や社会保険料を滞納しているのか、そのうち支払う能力があるのに、故意に払っていない人は何人なのか、本来納付されるべき金額はいくらなのかという具体的なデータを公表してほしいという意見もあります。政府は永住許可後に税金や社会保険料を
故意に払わない悪質な事例があることを制度改正の理由として説明しています。しかし、悪質なケースが永住者全体の中でどのくらいの割合を占めるのかについて十分にわからない部分もあります。制度を厳しくするなら、なぜその制度が必要なのか、どのくらいの問題が起きているのか、できるだけ具体的な根拠を国民に示すことも重要です。そうしなければ、非常に少ない例を理由に外国人全体を疑っているのではないかと不安を持つ人も出てくると思います。また、悪質な未納という言葉が曖昧ではないかという心配があります。例えば、十分なお金や財産があるのに意図的に税金を払わず財産を隠している人と、突然病気になった人や会社が倒産して仕事を失った人、家族の介護が必要になった人、災害によって生活が苦しくなった人は同じではありません。また、税金や社会保険料を期限通りに払えなくても、自分から役所に相談し、正式な徴収猶予や分割納付の手続きを行い、支払う意思を示している人もいます。そのような人まで支払う意思のない悪質な滞納者として扱うべきではありません。だからこそ、どのような行為が故意に当たるのか、どの程度の未納で資格に影響するのか、病気や失業などの事情をどのように考慮するのか、どのような相談や手続きをすればよいのか、できるだけ明確にする必要があります。曖昧な基準のままでは、担当者や地域によって判断が変わる恣意的な運用につながる可能性があります。一方で、インターネット上では、普段は海外で生活しながら、日本の永住資格だけを維持している人にも対応するべきではないかという意見もあります。この問題については、永住許可の目的や日本との生活上のつながりをどう考えていくかという議論が必要だと思います。またネット上では1年のうち183日以上日本に住んでいなければ日本では一切税金を払わなくてよいという説明がなされることがあるのですが、日本の所得税法上、その人が日本の居住者かどうかは単純な滞在日数だけで決まるわけではありません。私は公認会計士の資格を持っているので、はっきりそう言えます。住居、仕事、家族、資産などの客観的な事情からどこが生活の本拠なのかを判断します。また日本の非居住者になった場合でも、日本国内で発生した所得には日本で税金がかかる場合があります。さらに海外へ出国するときには再入国許可やみなし再入国許可など別の手続きも関係します。そのため税金の居住者判定、永住資格、再入国許可はそれぞれ別の制度として考える必要があります。コメントの中には、失業した永住者は生活保護を受ける可能性があるので、永住資格を取り消すべきだという厳しい意見もありました。しかし私は、失業したという理由だけで、直ちに永住資格を取り消す制度には慎重であるべきだと思います。失業は外国人だけに起こることではありません。長い間真面目に働き、税金や保険料を納めていた人でも、会社の倒産や景気の悪化、
病気などによって仕事を失う可能性があります。永住者は長い期間日本で生活し、家族や仕事、地域社会とのつながりを持っている場合も多いです。その人が一時的に仕事を失っただけで、それまでの生活や貢献をすべて無視するべきではないと思います。一方で、最初から働く意思がない、実態のない会社や書類を使って制度を悪用する、資産を隠しながら公的な支援だけを利用しようとする。このような悪質なケースには調査と対応が必要だと思います。大切なのは失業しているかどうかだけではなく、なぜその状態になったのか、働く意思や能力があるのか、それまでに義務を果たしてきたのか、不正や制度の悪用があるのかを一人一人の事情に応じて判断することだと思います。最後に私自身の考えをお話ししたいと思うんですけど、私は今回の制度改革の基本的な方向性には賛成しています。日本に長く住み続けるための永住資格を得るのであれば、日本の法律を守ること、税金や社会保険料を適切に納めること、自分や家族の生活を支えるための経済的な基盤を持つことは、国籍に関係なく大切なことだと思います。永住資格は日本で一生生活する可能性を認めるとても安定した在留資格です。在留期間の更新もなく、仕事の制限もほとんどありません。そのため、普通の在留資格よりも厳しい条件が求められること自体は不自然ではないと思います。支払う能力があるのに、故意に税金や社会保険料を払わない、財産を隠す、虚偽の申告をする、制度を意図的に悪用する、こういった人に対しては厳しく対応する必要があります。それは外国人を差別するためではありません。日本人でも外国人でも同じ社会で生活する以上、同じ法律とルールを守るという公平性を保つためです。また私が特に伝えたいのは、この制度改革は日本で真面目に暮らしている外国人の皆さんを守ることにもつながるということです。実際、日本で暮らしている外国人の方の多くは、一生懸命働き、税金や社会保険料を払い、日本語を勉強し、日本の文化やルールを尊重しながら生活しています。日本を好きになり、日本で家族を作り、地域の一員として暮らしている人もたくさんいます。しかし、一部の人が犯罪をしたり、制度を悪用したり、ルールを守らなかったりすると、その印象が外国人全体に広がってしまうことがあります。そして、本当は何も悪いことをしていない人まで、外国人だからという理由だけで疑われたり、差別を受けたり、嫌な思いをしたりすることがあります。私はそれはとても悲しいことだと思います。ルールを守らない一部の人にだけ適切に対応し、制度の悪用を減らすことができれば、日本人が外国人全体に対して感じる不安や不信感も少しずつ減っていく可能性があります。そして外国人か日本人かではなく、ルールを守り、社会の一員として誠実に生活しているかという基準で一人一人を見られる社会に近づくかもしれません。ただし、制度を厳しくすれば、すべての問題が解決するとは思いません。
年収や年金の基準が厳しすぎれば、日本で長い間真面目に働き生活していた人でも、職種や家庭の事情によって永住許可を取れなくなる可能性があります。日本人世帯の平均年収を上回ることを求めるのであれば、地域による生活費の違いや、一人暮らしか家族世帯か、共働きかどうか、自営業や会社員か、障害や病気などの事情があるか、日本での居住期間や納税実績なども慎重に考える必要があると思います。特に年金については、外国人は日本に来た年齢が人によって違いますよね。40歳や50歳で日本に来た人は、若い頃から日本で働いている人と同じ期間、厚生年金に加入することはできません。海外の年金や資産を持っている人もいます。そのため、一つの数字だけで機械的に判断するのではなく、その人の経済状況全体を見る必要があると思います。また制度を正しく運用するためには、行政の人員、外国語での説明、税金や年金について相談できる窓口、役所同士の情報共有、不服を申し立てるための手続きなども必要です。厳しい制度には同時に透明で公平な運用が求められると思います。私は外国人の方に無条件で優しくすることだけが強制だとは思いません。ただ反対に外国人の方々を一つのグループとして疑い厳しく扱うことも強制ではないと思います。日本人も外国人も同じ社会の中でルールを守る。困った時には適切な手続きを行う。悪質な不正には厳しく対応する。しかし、病気や失業などやむを得ない事情がある人には事情を確認して必要な支援や猶予を行う。そして国籍ではなく一人一人の行動を見て判断する。私はそれが本当の意味での公平性であり、強制なのではないかと思います。日本を愛し、日本の文化を尊重し、日本で真面目に生活しようとしている外国人の皆さんには、これからも本当に胸を張って日本で暮らしてほしいです。私のパートナーも、海外の方なので、もしね、パートナーが日本人から差別されるような、そんなね、世界になってしまったら本当に悲しいです。そしてね、私たち日本人も一部の悪質な事例だけを見て、外国人の皆さん全体を判断するのではなくて、ルールを守り、社会を支えてくれている人たちを正しく見ていく必要があると思います。制度を悪用する人を減らし、真面目に暮らしている人が正しく評価される社会を作ること。それによって日本人と外国人がお互いをね、信頼し、安心して一緒に生活できるようになること。私は今回の制度改革がそのための改革になることを願っています。ただ厳しくするだけではなく、公平で透明で本当に必要な人を守りながら、悪質な制度利用を防ぐ制度になってほしいと思います。皆さんは今回の永住許可制度の改革についてどう思いますか？日本人世帯の平均を上回る年収水準を求めることについてどう感じますか？将来の年給受給見込み額までを確認することは必要だと思いますか？また、税金や社会保険料を故意に支払わない悪質なケースについて在留資格を取り消せるようにすることを皆さんはどう考えますか？賛成の人も反対の人もいると思います。大切なのは感情だけで外国人全体や
日本人全体を批判するのではなく、制度のどの部分に賛成なのか、どの部分が心配なのか、具体的に考えることだと思います。ぜひ皆さんの国の制度とも比べながらコメントで意見を教えてください。今日はすごく長い動画になってしまってごめんなさい。でもね、皆さんの中でこの制度改革について知りたいよっていう方がいたので動画にしてみました。今週もね、1週間お疲れ様でした。ということで、皆さん今日も最後まで見てくれて本当にありがとうございました。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。